エアロールについての分析を始めて1ヶ月ほどが経ち、様々なことが分かってきました。かなりスローにしないと難しいですが、スティックもぐりぐり動かせるようになってきました。今回はこのスティックの動かし方を理論的に分かりやすく解説していきます。私の考えでは、左エアロール中の車体の状態は4つに分けられます。1つ目は車体の左側面が見えている状態、2つ目が車体のルーフ側が見えている状態、3つ目は車体の右側面が見えている状態、4つ目は車体のタイヤ側が見えている状態です。この4つの状態ごとにスティックの入力を考えていきます。スティックの入力によって車体の先端が青矢印の方向へ向くことがわかると思います。続いてスティックの入力方向と車体が向く方向について説明していきます。先にお見せしてしまうと、スティックの入力方向と車体が向く方向の対応関係はこのようになります。例えば車体のルーフ側が見えている状態でスティックの上を入力すると、車体は右を向きます。これは前回の動画で解説した向きとは異なっていますが、その理由については動画の後半で説明します。では入力方向と車体が向く方向の関係を一つずつ詳しく見ていきます。まずは車体の左側面が見えている状態についてです。スティックの入力方向と車体が向く方向を見比べてみると、全く同じ方向になっていることがわかります。これはエアロールをせずに車体のルーフ側が見えている状態で飛行する際の操作とも一致しています。つまり車体の左側面が見えている状態の時は、進みたい方向を素直に入力する形となります。なぜこのような動きになるのでしょうか。それはエアロールによる回転とスティック入力による動きを分けて考えることができるからです。左側面が見えている状態をスタートとすると、左エアロールが車体をルーフ側まで回転させるため、それを考慮してスティック入力は車体のルーフ側が見えている状態での操作を考えます。よって車体の左側面が見えている状態では、スティックの入力方向と車体が向く方向は全く同じになります。続いて車体の右側面が見えている状態について見ていきます。こちらも先ほどと同様に左エアロールによってタイヤ側が見えている状態まで回転するため、エアロールをしない背面での操作方法と同じくスティックの入力方向を上下左右反転させた方向に車体が動きます。残るは車体のルーフ側が見えている状態とタイヤ側が見えている状態の2つですが、実はこの2つはスティックの向きを覚える必要がありません。その理由についてこれから説明していきます。わかりやすさのために矢印の一部のみを表示します。この表から4つの状態すべてで車体を前方へ向けたい場合、スティックを上、左、下、右と入力することがわかります。このように一定の出力方向を維持するためには、エアロールによる時計回りの回転に逆らってスティックを反時計回りに90度ずつ回転させていく必要があります。では実際にやってみましょう。スティックを上、左、下、右と反時計回りに回すことで車体の先端が下を向いていくことがわかります。これをせずに同じ方向を入力し続けた場合、エアロールの回転する力によって車体の向きが時計回りに90度ずつ変化していきます。実際にやってみるとこのようになります。スティックを上に倒し続けることで車体の先端が時計回りに回転することがわかります。これがトルネードスピンの原理です。逆に反時計回りに90度以上スティックを回転させた場合、
スティックの入力がエアロールによる回転を上回り、車体の向きは反時計回りに変化していきます。例えば左側面で上を入力していて、次のルーフ側で下を入力した場合、スティックによる反時計回りの180度の回転に対してエアロールによる時計回りの回転で90度分が相殺され、残った90度、つまり左が出力となります。まとめると、左側面が見えている状態は向きたい方向を素直に入力、右側面が見えている状態の時は向きたい方向の上下左右反転した方向を入力、ルーフ側、タイヤ側が見えている状態の時はその前の状態で向いていた方向からどの程度動かすかを考えます。例えば前の状態で前方へ進んでおり、エアロールによる回転に任せて時計回りの方向を向きたい場合は、スティックを同じ方向へ倒し続け、前の状態と同じ方向を向きたい場合は反時計回りに90度戻した方向を入力します。エアロールによる回転に逆らって前の状態よりも反時計回り方向を向きたい場合には、反時計回り方向に180度戻した方向を入力します。こちらの2つは説明が分かりづらく、理解が難しかったかもしれません。まずは側面の2つを練習し、余裕があればこちらの2つにも挑戦してみてください。続いて後ほど説明すると言っていた前回の動画との差異についてです。前回の動画ではルーフ側では進みたい方向から反時計回りに45度戻すと説明しましたが、本動画では進みたい方向から反時計回りに90度戻すと説明しました。この違いはスティックを倒す時間の長さによるものです。このようにルーフ側から右側面までスティックを倒し続ける場合、左エアロールによる車体の回転は最大の90度となります。一方、このように倒すのを途中でやめる場合、車体の回転は45度程度になります。前回動画では短い時間のみスティックを倒すことが多く、平均すると45度程度の回転となっていたため、反時計回りに45度戻す方向でうまく動いているように見えたというわけです。最後にここまでの解説を冒頭のトレーニング動画で振り返っていきます。右側面なので向きたい方向の上下左右逆を入力します。ここは左へ行きたいので右を入力します。引き続き左へ進みたいので右へ倒していたスティックを反時計回りに90度戻し、上を入力します。左側面なので向きたい方向を素直に入力します。先端を下げつつ左へ向かいたいので左上を入力。引き続き先端を下げつつ左へ進みたいのでスティックを反時計回りに90度戻します。右側面なので向きたい方向の上下左右逆を入力します。ここは右へ行きたいので左を入力します。ボールを打つため向きを微調整します。以上で解説を終わります。ご質問・ご指摘があればコメントいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。